ノマドスカルプトで作る天使のフィギュアの作り方をご紹介します。字幕もありますのでご利用ください。プリセットを用いた初心者でも作れる簡単な作り方をご紹介します。ぜひ作ってみてね。プロジェクトの左上、プリセットをタッチ、ヘッドのプリミティブをタッチ、開くをタッチ。今回はフィギュアのような平たい顔を作り、目や口はペイントで描きます。不要な目のパーツは消去してください。ボクセルをタッチ、解像度を100ぐらいにします。リメッシュ、スムースで表面を滑らかにします。今回作る顔は童顔なのでギズモで縦の幅を小さくします。鼻の上のパーツを消去します。顔と鼻のパーツを選んで結合します。ボクセルを90くらいにしてリメッシュ、スムースで滑らかに。セルマスクをタッチ、長方形をタッチ、後頭部を囲いブラーでマスクをぼかします。反転をタッチ、ギズモで後頭部を小さくします。マスクをタッチしてすべてをクリアでマスクを消去します。スムースで表面を滑らかに。ドラッグで顔に膨らみを持たせます。ボクセルを200くらいにしてリメッシュ、スムースで滑らかに。レイヤーを追加します。レイヤーを追加することによって目や口、化粧などレイヤーを分けてペイントをすることができます。これをすることによって消しゴムで消したい部分だけを消すことができます。ベースをタッチすると肌の色を変更することができます。ペイントで顔を描いていきます。こんな感じに描きました。プリセットから体を追加します。画面のプリセットをシーンに追加します。大きさと位置を調節し、元から入っている顔を消去します。関節でパーツが分かれているのでポーズを決めることができます。胸とお腹のパーツを選択し結合します。ボクセルを100くらいにしてリメッシュ、スムースで凹凸をなくします。胸の服を作ります。マスクをタッチ、ソロで胴体だけにできます。服を作りたい部分をマスクします。マスクができたら右上のバー左から2番目のアイコンをタッチ、高さで取り出したいものの厚みを決めることができます。取り出すをタッチ、すべてをクリアでマスクを消去します。それを作ります。チューブをタッチ、曲線をタッチ、線をまっすぐに引き、編集点をタッチして追加します。半径で形を変形します。
検証をタッチ。ボクセルを90くらいにしてリメッシュ。スムースで滑らかに。位置を調節します。フリルを作ります。スフィアを追加。ギズモで大きさを調節、厚みを薄くします。ドラッグで下に伸ばします。シーンから何も選択していない状態で放射状を追加します。放射状とスフィアをグループにします。ギズモでスフィアの位置を調節します。角度と位置を調節。シーンから放射状をタッチ、ラジアル Y の数字を変更します。シーンからフリルの名前を付け、フリルを選択して位置を調節します。スカートを作ります。スカートの裾をマスクで描き、オブジェクト全体を上に伸ばしてスカートを作る方法で作ります。いくつかポイントがあるので、そのポイントを押さえながら作ってみてください。視点を側面にしてシーンから円柱を追加します。円柱を足元まで移動させ、ボクセルを200くらいにしてリメッシュします。スムースで滑らかに。マスクを選択します。ここが1つ目のポイントです。右上のバー、マスクのメニューから筆圧を無効にします。フォールオフを1にします。左上のミラーをローカルにします。放射状の Y の数字を変更します。作りたい裾を描きます。2つ目のポイントです。マスクを2回ブラーします。ブラーしないとスカートを作る際失敗しやすいです。ブラーしたら側面の視点にしてギズモで腰まで移動させます。オレンジの丸を持って腰の幅ぐらい小さくします。マスクを選択して全てをクリアでマスクを消去します。ボクセルをします。この時リメッシュの解像度が低くなると穴が開いたり失敗しやすくなります。ボクセルの数字を200くらいにしてリメッシュします。スムースで滑らかに。トリムで下の部分をカットします。線をタッチ。トリムをした後、少しバリのようなものが残るのでボクセルをします。もう一度スムースで滑らかに。ドラッグやトリムで形を整えます。
外側のスカートも作成します。好きな色をつけてください。頭の位置を調節します。髪の毛を作ります。マスクやチューブで髪の毛を作ります。詳しい作り方はこちらの動画を参考にしてみてください。袖をもう一つ追加します。追加からミラーを追加し、袖とミラーをグループにします。星の装飾を作ります。UV 球を追加。一定の密度を解除します。X 序算を10、Y 序算を2にします。上の視点にしてワイヤーフレームを有効にしてください。ミラーをタッチ。ローカルをタッチ。ルラックで変形します。ギズモで厚さを小さくします。イヤリングやネックレスなど好きにデコレーションしてください。トーラスで腰の装飾を作ります。翼を作ります。チューブをタッチ、曲線をタッチ、翼の形を描きます。半径で翼の太さを調節します。羽を作ります。チューブの曲線をタッチして羽を一枚一枚作ります。1枚できたら複製します。チューブで長さを調節してください。画像のように2つの羽を作ります。羽ができたらすべてを選択します。クローンで複製。複製したものを結合します。翼の方向に変形できるように回転枠を編集します。緑の丸を持って幅を小さくします。位置を調節します。ドラッグで形を調節します。翼をすべて結合します。ボクセル180くらいにしてリメッシュ。スムースをタッチ。右上のバー、フィルターをタッチ。正面を向いている頂点のみを有効にします。スムースで滑らかにします。
クリースをタッチして翼の筋を作ります。この時もフィルタから正面を向いている頂点のみを有効にします。翼を複製します。ミラーのメニューを開きます。翼をクローンで複製し、オブジェクトを反転をタッチします。形ができました。好きな色に着色してギズモでポージングを決めてください。太陽のマークをタッチ、環境の写真をタッチして好みの見た目にしてください。私は画像のような環境写真をペイントで作りました。ペイントで作ることによってこのような可愛い見た目になります。左上のバー、レンズのアイコンをタッチ、ポストプロセスを有効にします。アンビエントオクリュージョンを有効にします。シャープも有効にします。アンビエントオクリュージョンは物の影をはっきりさせることができます。カラーで影の色を変更できます。完成。プリミティブを使うことで簡単に顔や体を作ることができますし、挑戦しやすいですよね。フリルはご紹介したポイントを押さえてボクセルの数値を調節し作ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。